25 blues for you. 大部屋の座り方。皆さんは大部屋が苦手そうなんで、こちらのパネルを作ってですね、こんな時皆さんどこに座るかというベストシミュレーションをしてもらいましょうと。これなかなかでかい特番ですよね、この感じは。まあ特番で、みんな楽屋一緒で、まあここ入り口でね、こういうテーブルがあって雑誌や漫画や置いてて、で壁際に席がこうあるのね。こうねこうあって、ほんでまあ弁当や飲み物ケータリングみたいなこうありまして、これ本当によくある特番の大部屋の配置、大体こんな感じやね。それで皆さんが入ってきた時にどこの位置にね、ちょっとシミュレーションしたいと思いますんで。これいろいろあるよね。皆さんが入る前こういう状態になってます。うわ終わったけど、ここに皆さんが入ってきたら、どうなるかと。それぞれあると思いますけど、これこの中でやっぱ一番危険なのは誰になるんですかね。誠司さん、藤本さん、この2人、その2人を軸に。ここモンスター。そうですね。モンスターね。モンスターにもう中とか加納はちょっと変わったタイプというかね。その辺の使い方がポイントでしょうね。使い方ポイント。木下がよう分かんないですね。そうやね。木下はどんな感じ。木下さん優しいねえ、優しいよね。大輔はどうなんですか。これ多分大輔は周りにおる人。そうやね。そうやね。吉本で集まってしまうとすごく凶暴化されるので。したらもうどう？割と木下と似てる感じかな。まあはいいんじゃん。設楽さんでも低いテンションでなんか心にもないことを言ったりするんですよ。なんか普通に座ったら「来た天才」とか。それはそういう鬱陶しいな。そんな絶対思ってないのっていう。あと設楽さんすごく社交的な人だから、やっぱ隣にいると他の人からの目線が来ちゃうっていう、集まってきちゃう。注目されちゃう。ありますね。この席はちょっと勇気いりますよね。この辺はもう。聞いてますから。このテーブルはもうないです。このテーブルはないの？ないです。藤本さん結構守備範囲広いんで、もうそのテーブル全部あかんよね。全部なるほど、ここ全部。で結構角がいいと思う人いると思うんですけど、ここだとここやと。もしエスケープする場合にこう出てかなきゃいけない。エスケープが目立つんで、弁当と飲み物の付近は人のあれが激しい。みんな取りに来たりとかする。ここに。これはエスケープしやすいドアのそばとかは。ドアのそばだとやっぱ入ってきて挨拶一番最初にされる方がいるんで、もう一個隣だと両サイドが確定してないわけじゃないですか。ここで、はい、誰か来るね、ここ。だから後からモンスターの方入ってきた場合、後からモンスタわからないですからね。ー。ありえますね。だから僕だったら木下さんともう中さんで確定してるここっすね。ああいいね。最高っすね。僕はここ。じゃあここがおすすめ。でも政治モンスターがいますよ。誠司さんと大輔さんでなんか多分仲良くここで喋ると思うんですよ。だからもしあれだったら春日をここに投下してしといての俺はここで。ここで。いやただもう中学生さんの隣はいいんですけど、もう中学生さん自体が多分藤本さんにガンガンいじられるんですよ。だからそうなってくるともうそこも完全にこう暴風域に入ってくるんですよ。ちょっと危険なんですよ。危険だね。で木下さんの方に肩入れといた方がいいそうですねですよね。。木下さんよりいいですよね。よりにこうちょっと肩をちょっと入れて、こういう感じで。木下さんとスニーカーの話をした方がいい。もう一個ちょっとずるいですけど、加納の一個下そこの真ん中置いて両サイドにもう荷物置いちゃうっていうパターンですよね。これはまあ鉄壁ですけど、まあでも後からモンスターがそんなんカバンちょっとのけてよみたいな。それ怖いんですよね。もうあるでしょそれは。なんですよね。だからやっぱあれいいのかな一番。この辺とかは。
コンセントがそっち側にあったら来ますからね、充電しに。この辺にあったりとかお前この辺にありそうやねと考えると皆さんここでいいですか？安心とりあえずいいんじゃないです俺かね。一回楽屋でもう中の横に堤下が座ってることがあったんですよ。ほんで僕それをまあ普通にトイメンで見てたら、もう中がなんかカレーうどんかなんかを楽屋で食べて、食べ終わった後に堤下の着てる T シャツで一回拭いたことがあった。普通に何の悪気もないような顔でこうやって食べて「ごちそうさまです」って拭いたんですよ。あったやろ。委託の子見てたんですけど、完全に見てました。全くボケでも何でもない。そこになんか服もんがあって堤下も「何してんねん」って言えるテンションじゃないんですよ。もう当たり前みたいに「ごちそうさまです」すごいね壁かなんかと思ったからね。タオルの深かった壁やと思ってる。そういうの可能性あるよでもたまにあるという。ほんならこことりあえずはここギリギリですよ。わかりました。ほんならここ取りますね。そしてこっからですよ。後からモンスター。はい、大丈夫ですよ。後からもうですか？後からもうこういうね。まずこういうメンバーね。もう多分3人追加。 3人追加。これまあほんならこの辺いきますか。こう座ります。第2問です。うわ白髪この辺する。穴熊だ。これもう詰将棋ですからね。こういう状態で皆さんがおはようございますと来ました。俺の場合やったら僕もう車で来てるんで、もう駐車場戻ってなんでや。あるからいっぱい席あるから。戻るのありですこれ。あの時の猪木さんの横はいいん。どうなんですか？いや、その方は危険ですよ。猪木は非常に面倒くさいです。まあアントニオ猪木の方がいいです。また。結構ガンガンよくわからない話をしてくるんですよ。で基本何言ってるかわかんないんで。あ、そう。結構面倒くさいですよ。じゃあこの辺りはちょっと。いや猪木の隣は危険ですね。可能の隣やっそうですね。あっちのこの辺とかだいぶ楽ですけどね。木下さんの隣とか。ああ、そうですね。木下さんの隣がいい。あそこ大丈夫ですね。ザキヤマさんそこ入るかな。ザキヤマさんあそこ行かないですね。行かないですね。真ん中の方ドカンと。こっちか。ここ来るんちゃう。ここにザキヤマさん意外となんか単独でボンと座るはるでしょ。この辺に来たとしたらまたこれ逃げ道ない。この辺が危なくなるよ。あそこも危なくなるな。絶対逃げ道ないですよ。ほらもう積んだこれで。でもまだ逃げ道あるでしょ。これね、ここ品川さんと藤本さん仲いいですから、品川さん絶対ここ行きます。なるほど。喋りますから。ほんならもうこの辺にこの辺に。危ないこのテーブルもう無理です。マジでここが積んでます。この場合やったら弁当の前でずっと肉か魚か迷っとくみたいな。どっちしようかなみたいな。もうあえて席には行かない。小木さんを誠司さんの隣に投入して。まあ小木さんも入ってきますがね。小木さんの吸収力ってなかなかのもんですけどね。ほぼ何でも受け入れますから。でそこでそこでも猪木聞いてました。ほんまに詰将棋みたいになっていた。住んでますよね。あそこ木下さんともう中さんの間はもうダメなんです。投了ですかもう。ここはそこだね。ここしかない。1個だけですよね。ほんまになんかこんなゲーム作れそうやな。人見知り DS。生き残れるか。でもこの辺にダンディさんが入ってきたらどうなの？ほんならこの辺で。そこでヘキサゴン台風起こっちゃうからこっちは結構安全に大丈夫なんですね。吉田とかこの辺に来てくれると言いやすいんじゃない？言いやすいんじゃない？こう。あそこいいっすね。吉田さんと加藤さんの間。こうなってくると吉田君京都でしょ。大輔も京都やから京都台風起こりますよ。京都の話バーして出しますよ。嫌だな。まあでも駒が来ると大輔と大輔さんの来るでしょ。ここでこうなるから。そこで止めといてもらう。ここで止まるでしょう。なんとか。もういっそのこともう中の段ボールの後ろ行くっていう。
あともう一個符が残ってる。あ、どこでもいいです。